美しく長い紐に包まれながらも大きな体で野生味があり、豪快な雰囲気を感じさせる猫、ノルウェージャンフォレストキャット。今回はその起源と歴史、特徴についてお話しさせていただきます。ノルウェージャンフォレストキャットはその名の通り、ノルウェーの森林地帯で自然交配によって生まれた病種です。その歴史は4000年前にも遡ると言われます。ローマ人がヨーロッパに侵攻する時に連れてきた猫がルーツである説や、海賊が持ち込んだ説などがありますが、正確には分かっていません。実は北欧神話にも登場し、神フレイヤの馬車を2匹の猫が引いていたという話や、最強の戦神トールですら持ち上げられなかったグレーのノルウェージャンの話が残っています。このことから当時から大きくたくましいイメージがあったのだと思われます。体の大きさから犬と猫の雑種と思われていたこともあったそうです。半野生の状態で狩りをしながら生き延び、時には農場で、また時には船の上で何世紀にもわたってネズミ退治をしてきました。昔から地元ノルウェーでは森林の猫という意味のスコグカットと呼ばれていました。現在の名前にあるフォレストキャットも同じ意味です。中世にスカンジナビア半島に住んでいた海賊は、結婚式当日に花嫁に猫を贈る風習があり、戦いに出る時にも猫を連れて行きました。その猫もまたノルウェージャンフォレストキャットの祖先だったと考えられています。ブリードとして動き始めたのは1930年代のこと。ノルウェーの愛病家たちが国を代表する猫としてこのスコグカットを保護・育成する活動を始めました。1938年には初めてキャットショーに出陳されました。そして当時のノルウェー国王であるオラーブ5世はノルウェーの国の病種という称号を与えました。しかし1939年第二次世界大戦が始まると、その活動は中断され、一時は絶滅寸前にまで追い込まれてしまいました。終戦後1963年、ノルウェー国立純血猫協会が設立。1975年、ノルウェージャンフォレストキャット専門のサークルが設立され、本格的な育種と保存が再開しました。1977年、ヨーロッパの病種登録機関に品種として登録。1979年にはノルウェージャンフォレストキャットのペアが初めてアメリカに輸入され、1981年にアメリカ初のノルウェージャンフォレストキャットの子猫が生まれました。現在ノルウェージャンフォレストキャットは TICA をはじめ ACFA や CFA など多数の団体で認められています。余談ですが、ノルウェージャンフォレストキャットの名前の由来でもあるノルウェーの森という言葉に聞き覚えがある方もいらっしゃると思います。実は1965年にビートルズが発売したアルバムの楽曲にノルウェーの森があります。また1987年に刊行された村上春樹さんの5作目の長編小説の題名もノルウェーの森です。村上春樹さんのノルウェーの森では、主人公がドイツのハンブルグ空港に到着するシーンの飛行機の中でかかっていたのがビートルズのノルウェーの森だったというつながりがあります。小説は2010年に映画化されており、俳優の松山ケンイチさん、女優の菊池凛子さんと水原希子さんが主演を務めており、さらに有名になりました。日本でもごく最近になって知名度が上がってきたノルウェージャンフォレストキャット。有名人では誰のがれあけみさんが飼っているココミちゃんが有名で、ジャニーズグループ TOKIO の永瀬智也さんもノルウェージャンフォレストキャットを飼っているそうです。代々寒くて厳しい環境の中で育ってきたこともあり、ふわふわのひ毛でとても丈夫な病種とされています。体重はオスで 5.5 から 8.5kg、メスで 3.5 から 5.5kg のロング&サブスタンシャルタイプです。中には体重が 10kg を超えるノルウェージャンフォレストキャットもいます。大型の病種ということもあり、ゆっくりと成長し、
完全に成熟するまでに最長で5年ほどかかると言われています。平均寿命は約12から13歳。金額は6から30万と幅広い価格帯です。顔の特徴として鼻を頂点とする逆三角形が特徴で、凛々しい印象のある顔立ちをしています。耳の先端は丸くなっており、内側には皮毛が生えていて、それが目立つのも特徴の一つです。モフモフでしなやかな毛並みはずっと触っていたくなるほどです。皮毛はダブルコートで柔らかく、密なアンダーコートを少し固めなオーバーコートが覆っています。長さについては長毛種の中では短めで、セミロングヘアと表現されることもあります。実はノルウェージャンフォレストキャットの毛色のバリエーションはとても豊富なのです。毛色のパターンは単色のソリッドカラー、ホワイトやその他の色とのバイカラー、縞模様のタビーに分けられます。代表的な毛色を紹介させていただきます。日本での人気が高いことから繁殖数も多い毛色の一つブラウン、神秘的な印象で人気のブルー、可愛らしい印象のレッド、優しい印象のキャリコ、落ち着いていて気品があるシルバー、可愛らしい印象を与え人気のあるクリーム、雪のように美しいホワイトなどがあります。一見ノルウェージャンフォレストキャットはメインクーンと似ています。その理由はメインクーンの祖先がノルウェージャンフォレストキャットだからです。メインクーンとノルウェージャンフォレストキャットを外見で見分ける方法は2つあります。まずは横顔です。メインクーンの場合は丸顔で鼻先にカーブがあります。一方ノルウェージャンフォレストキャットの場合は逆三角形の輪郭にジェントルカーブと呼ばれるまっすぐな鼻筋をしています。次に耳元です。メインクーンには耳の先にリンクスティップと呼ばれる長めの飾り毛がついています。これはメインクーンならではの特徴のためノルウェージャンフォレストキャットにはありません。そのため丸顔で耳先に飾り毛があればメインクーンだと覚えておくと分かりやすいです。ノルウェージャンフォレストキャットのかかりやすい病気として肥大型心筋症が挙げられます。猫でよく見られる心臓の疾患です。進行すると血栓症や後ろ足の麻痺、呼吸困難などの症状が見られます。命に危険を及ぼすため注意が必要です。元気がなくなったと感じたらすぐに受診しましょう。ノルウェージャンフォレストキャットは長毛種であるため毛球症を発症しやすいです。毛球症とは毛づくろいの際に飲み込んだ体毛が胃や腸などにたまり食欲不振や下痢、嘔吐などを引き起こす病気です。飲み込んだ体毛は通常排出されますが飲み込む量が多いと絡まって溜まってしまいます。手術が必要になるケースもあるため注意が必要です。日頃からブラッシングを行い抜け毛を減らして予防しましょう。また毛球症の予防につながるご飯やサプリメントもあります。ノルウェーの厳しい寒さに対応した皮毛に覆われているため夏は熱中症に注意をする必要があります。室温管理やサマーカットなど熱中症対策をしっかりと行いましょう。ノルウェーの厳しい自然を生き抜いてきた歴史から非常に辛抱強く温厚な性格をしています。子供や他の猫に対してもフレンドリーで順応性がありちょっかいを出されても怒ることはめったにありません。とても人懐っこいため知らない人にも物おじせずに近寄っていきます。温厚で優しい性格ですが遊ぶのも大好きで水を楽しむ数少ない病種の一つです。外で暮らしていた期間が長いためか動くおもちゃを追いかけたり木に登ることが好きです。ノルウェージャンフォレストキャットを迎え入れる注意点として大型であるため食費がかかることと毛のお手入れが必要になること、高いところに登れるような部屋の工夫などは必要になってきますので注意しましょう。しかしとても頭のいい病種であるため初めて猫を迎え入れるのに向いている病種とも言えます。今回はノルウェージャンフォレストキャットについてその起源から歴史とともに解説させていただきました。こちらのチャンネルでは今回のような病種の歴史や特徴、
猫の雑学についての解説動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。